はい、今回はこんな感じのズームトランジションの作り方をご紹介していきます。このズームトランジションは本当にいろいろなところで使われる万能技で、カットをただ単につなぐだけではなく、このズームアクションを挟むことでアクセントを作ったり勢いを出したりすることができます。またそれだけではなく、カット1とカット2のつながりを演出することもできます。例えばこんな感じで手に持っている水ですね。これを後で別撮りしたズームで撮影したアップですねで撮影した素材にズームでつないでいくと、こんな感じで目線の誘導ですね、もともと引きの絵から寄るといった感じで見せたい場所にフォーカスする演出効果として使うこともできます。またさらにもう一度ズームすると、こんな感じで今度はこの水がもともとどこにあったかといったシーンを思い起こさせるような演出として使うこともできます。といった感じでいろいろなところで使いやすい演出なのですが、作るのは本当に簡単でもう一瞬で作ることができますので、今回はこちらの方法をご紹介していきます。では実際に作業を行っていきます。まずはじめにコンポジションを作成します。新規コンポジションでフル HD の7秒のコンポジションで名前はカット01。ここに素材1を配置します。で3秒あたりでコントロールシフト D で1つ目を切っておきます。さらに2つ目、3秒から2つ目の素材を配置して3秒のところでカットがこう切り替わるといった形にしておきます。そしてここにズームトランジションを作っていきます。レイヤー新規調整レイヤーを配置します。一番上ですね。この調整レイヤーにエフェクト、ディストーション、トランスフォームを適用します。そしてこのカットが切り替わる少し手前の部分ですね。ここでスケールのキーフレームを打っておきます。100% の状態、この状態ですね。そして進めてカットが切り替わる一つ手前、1枚目の画像の最後のフレームでスケールを上げていきます。ざっと600としておきます。U でキーフレームを表示させます。こんな感じですね。この調整レイヤーのトランスフォームによってスケールが100から600になるといった形ですね。そして1枚目の最後のフレームで大きくなったまま2枚目も大きくなっていますので、2枚目に切り替わった瞬間にスケールの数値を30まで落とします。こんな感じですね。そしてまた時間を進めて100に戻すと。これだけですね。ゆっくり見るとこんな形ですね。100から始まって600になって画像が切り替わった瞬間に 30% から100に戻るといった流れとなっています。そしてこの2枚目の方は小さく表示しているので隙間ができてしまうので、2枚目の画像に対してエフェクト、スタイライズ、モーションタイルですね。で、出力の幅と高さを上げるのですが、一番小さい時ですね、30% の状態で全て埋まるように幅と高さを広げます。そしてミラーエッジでこうつなぎ目が分かりにくいようにしておきます。そして最初のキーフレームを F9 でイーズ、最後のキーフレームも F9 でイーズ。キーフレームの間隔を調整して速度ですね、移動のトランジションの速度を調整します。こんな感じですね。これで基本のアニメーションが設定できましたので、最後に調整レイヤーのモーションブラーのチェックをオンにしてモーションブラーをオンにします。オフ、オン、オフ、オン。これで完成です。こんな感じで簡単にズームトランジションを作ることができます。こういった、動きのあるトランジションの一番基礎の形がこのズームトランジションになると思うのですが、他にもいろいろとアレンジしたバリエーションがありますので、またそういった部分は別の機会にご紹介していこうと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。